皆様こんにちは、みえちゃんです。風さん、いつの間にかもうサンフランシスコでしたね。あの貧乏ズっていうんだね。365っていうね、ナイトクラブのナイトショー見たんですけど、よかったですね。貧乏劇場ってなんか貧乏って言われるとね、なんか自分のこと言われてるみたいで辛いんですけどね。はい。私付き合いとかではねお金は出し惜しみしないんですけれども、まあそのためにね蓄えあるのでね、だけどね自分の生活はもうね石品と言いますかね。はい。風さんじゃないですけどね、ベランダに生えた草食べたりね。はい。靴下なんか作ろうのは当たり前って暮らしでしてね。はい。まあこの辺にしときますけど、貧乏365クラブっていうのはね、エンターテインメントクラブで、ロックとかねジャズのショーを専門としてるみたいですね。はい。I left my heart in San Francisco, high on a hill, it calls to me ってね、懐かしいですね。カズさんやっぱりこれね口ずさんでくれましたね。サンフランシスコっていうことでね、もしかしたらカズさんこの曲歌うんじゃないかなってね思ってね、昨日ピアノでねちょっとさらってたんですよ。この曲はねトニー・ベネットさんの歌でね有名なんですけどね。トニー・ベネットさん、この人、はい、この人で有名なんですけど、トニー・ベネットさんねイタリア系ですね。っていうかイタリア人そのものですね、このお顔を見るとね。50年代60年代の歌手ってね、アメリカの歌手ってイタリア系の移民さんのね人たちが多かったんですね。フランク・シナトラもそうじゃないかな。あと私が大好きなねポール・アンカーっていう人いましたけどね、あの人はねトルコ系だったかな。はい。まあこのサンフランシスコのね歌に関してはね、私ジュリー・ロンドンが好きなんですね。ジュリー・ロンドンさん、この人なんですけどね。はい。この人は有名なジャズシンガーでね、とってもね素晴らしい声をしててね、もう大ファンだったんですよ。15歳ぐらいの時かね、ラジオにかじりついてね、よくこの人のサンフランシスコの歌聞いてましたよ。はい。I left my heart in San Francisco ってね、これ直訳するとね、私は心臓をサンフランシスコに置いてきたっていうね意味になっちゃうんですけど、心臓を置いてきたって何それみたいにね当時思ってましたよ。はい。これねハートを置いてきてしまったね、つまり心はいつもサンフランシスコにあるっていうことですね。それで今回ねこのサンフランシスコね風さんナイトクラブのショー、とってもねパワフルで良かったですね。もうすっかりねエネルギーが戻ってきたようですよね。ファンの愛もね伝わったようですね。トークもね少なめだったけど、みんなね疲れてるから心をね安らかに保っていようねってね、いつものね温かい言葉をかけてましたよね。もうここでのショーだったと思うけどね、なんか花の演奏の時飛び上がってましたよ。なんかジャンプしてましたね。もう元気いっぱいって。はい。まあね、風さんの US ツアーでのね解説は他の方がねいち早くやってくださっていらっしゃいますのでね、今日はねこのぐらいにして、BTS ね、はい、Behind the Scenes ね、に出ていた風さんのね重要なコメントについてねお話ししたいと思います。はい。この Love Like This ね、このMV についてのBTS ですね、今日出ましたね。このね Love Like This っていうね大好きな素晴らしい曲についてはね、もう私惚れ込んじゃってますから、もう何度もね動画を出させていただいたんですけれどもね、私は一貫してこれはねプリーマを歌ったものでね、まあラブソングのねレベルの曲ではないと言ったんですけれどもね、まあそれについてね反論もあったりいろいろありましたけれども、ついにね今回風さん自身が自分の声でねそのことをもう完全にはっきりとね BTS の中で言ってくださいました。はい。本当にねこれで私は安心できます。それでねこの
BTS のね発言なんですけど、今のところねまだ AI の自動翻訳しかね翻訳出てませんのでね、ちょっとねここに私の翻訳をねちょっと入れさせていただきますね。This song is about finding the highest, the purest love inside, not from outside. この曲はね、外の世界ではなくて自分の内側にある最も純粋な愛を見つけることについて歌っていますと。はい。この内側にあるね、最も純粋な愛ですね。それについての曲ですってことですね。なぜなら、because outside world can be very tiring and crazy. なぜなら外の世界はとっても疲れるしね、狂気じみてることもあるからですと。この tiring and crazy ってもう歌詞そのものですね。I wanted to be nostalgic and romantic. 私はノスタルジックでね、ロマンティックでありたかったと。だけど、but at the same time, I wanted to be kind of toxic and materialistic to create a contrast between the song and the video. これノスタルジックでロマンティックでありたいと思いながらも同時に曲とこのミュージックビデオの間にコントラストをつけたかったと。はい。そしてそこにある種のね、トクシック、毒ですね。これは毒っていう意味です。毒々しさとね、それからマテリアリスティック。これは物質的ってことですね。物質主義的な面もつけたかったと。うん。だからやっぱりね、ノスタルジックな世界も楽しみたかったんだよね。うん。そしてね、ちょっと画面を出そうかね。はい。そしてこのね、ここで風さんが言ってる The purest love inside、 内側のもう純粋な愛っていうのはね、当然プリーマのことですよね。そしてnot from outside, because outside world can be very tiring, crazy、うん、外からの愛ではないと。この外からの愛っていうのはね、人間のね普通の愛ですね。恋愛とか家族愛のことです。で自我も含んだ愛ですね。そしてね、これまでね動画で散々私も言いましたけども、恋愛もね初期の頃は神の愛のようなね瞬間がありますね。でもね、自我がすぐに出てきて、風さんが言うこの outside world tiring and crazy な世界になってしまうわけですよ。はい。このね、outside world こそね、仏教や禅でいうシャバってことなんですね。ね、ほっぺたに斜めのね、刀傷があるようなね、お兄さんがね、無所の中でね、早くシャバに戻りてーなんてね、可愛いお姉ちゃんに会いてーとかね、言いますけれども、あれは、お兄さんが言ってるシャバっていうのはね、俗世間という意味でね、自分が元いた懐かしい場所ですよね。だけどね、真の意味のシャバは違うんですよ。これはね、苦しみに満ちた、もう自我でね、お互いに対立してしまう、この世界のことなんですね。つまり、風さんが言っているクレイジーワールドのことです。サンスクリット語だとね、サーハーっていうんですね。多分こっからサーハーからね、サーハーシャーハーシャーバーみたいになったと思うんですけれども、これね思うんですけどね、英語のサファリングと同じものじゃないかと思うんですけどね。英語もねサンスクリット語もね大元はつながっている言葉なんですよ。だからね時々英語とね意味がかぶるんですね。このサファリングはね、風さんももう曲の中で使ってますよね。だからそこまでねこのサンスクリット語のサーハーを意識して風さんがこのサファリングを使っているとしたらもうすごいことですけどね。はい。まあつまりね、神の愛に気づく前の世界ってことですね。苦しみ、もう自我に満ちた世界です。要するに動画の世界と
曲それ自体とは正反対だったと Facebook でね風さんが言った言葉通りでしたね。BTS でねこれほどはっきりと言う前にね風さんはFacebook でもね同じことをねちらっと言ってたんですけれどもねそのことについてね一部のご意見であれはお年頃のね人たちに風さんが気を使って言ったものだっていうねご意見があったんですよ。だけどねそこまでねファンに人気通りっていうかねそういうことをするような人ではありえませんよね。誰がね広げた意見なのかわからないんですけれども私はこの発言はね風さんだけじゃなくってこのお年頃ねつまり世間の言葉で言えばシニアの人たちも含めてねその風さんとその人たちも含めて両方を侮辱するようなちょっと発言だったんじゃないかなって思うんですね。私結構ね人の意見は聞く方なんですけれどもこのシニアに対して気を使って言ったっていう言葉がちょっとねごめんなさい申し訳ないんだけどちょっと賛同できないんですね。本当に風さんを理解してたら風さんがねそのような人間自分がね人に媚びを売ったりもうどう思われるかね気にする人じゃないってことはね明白ですよね。彼はね自分がどう人に受け入れられるか、シニアに嫌われないようにするとかそんなことこれっちもね意識してないです。自分を守ったりね自分の利益だけを考える人じゃないですよね。ファンのことは考えるけれどもね、はい、ましてね自分の大事な苦労に苦労をね重ねて作った曲の内容をね曲げてまでなんてねありえませんよね。まあいろんな意見があってねいいと思いますけれどもね風さんもねもう自分の曲はね好きな風に解釈していいって前言ってたと思いますけれどもねまあこの曲に関してはね風さん相当思い入れがあってね、譲れないみたいですね。私もね最初にこれを聞いた時はねもう天からね一筋の光が差し込んでるようなね曲だと思いましたよ。本当に神々しい曲だと思いますね。でここに出ているね女優さんのね発言もねそれも翻訳しましたのでご紹介しますね。I'm Lola Maria and I'm a French actress. ローラ・マリアです。フランス人の女優ですと。I'm playing Grace. 私はグレイス役ですと。ねえ、これびっくりじゃないですか？役に名前があったんですよ。グレイスっていうね、名前があったんですね。そしてね、いい名前で本当にね、まさにドンピシャリですよね。そしてね、その、グレイスについてね彼女は言ってますね。She is very, I think, independent. 彼女はとっても自立している人です。And she needs、to just be with herself. 彼女は自分自身と共にいなければならない。つまり自分について知らなければならない。自分と向き合うってことですね。And accept things of life that doesn't work.ここがね重要なんですけど、そして人生でうまくいかないことも受け入れる人ですと。はい、最後ねワンネスの海に浸っていたシーンがね思い出されますよね。自分自身と向き合うことですね。そしてうまくいかない人生も受け入れると。このうまくいかないことも受け入れる、これが素晴らしい言葉でね風さんの世界そのものですね。起こるすべてのことはね実はねこのプリーマから来るんですよ。プレーマって言おうかな、今度から風さんプレーマって言うからすべてはね神の愛から来るんですよ。ですからね本来すべてのことはうまくいって当然なんですね。そのはずなんですよ。だからこそ風さんはいつも言うでしょ、最後にはうまくいくと。それなんですよ。なぜならすべてが宇宙ね、それを神って呼んでもいいですよ。それの活動だからなんですね。でもね自分というねこの個人の自分というものに強く強くとらわれているともう自分の感情、自分の名誉とかね自分の利益とか
有名になりたいとかね、そういう野心とかね、お金をどんどん稼ぎたいっていう欲望ですね。ミュージックビデオの世界がまさにそうでしたよね。そういうものでこの世がね、もう地獄、もうシャバ、サファリングになってしまうんですね。だから野望とかね、出世欲とかもう希望とかね、希望も一見いいように思えますけれども、一見生きる励みになるような感じがしますけれども、これが違うんですね。そういうんじゃなくてね、ご縁でね、自分に与えられた仕事とかね、役割をもう未来とか過去にとらわれずにね、今できることをね、もう結果を考えずに淡々とこなしていく、それがね、幸せに生きるコツだと私はね、日頃から思ってるんですよ。ですからね、ローラン・マリアさんがおっしゃったようにね、人生ではいろんなことが起こりますけれども、そこからね、逃げずに起こることに飛び込んでいく、ローラン・マリアさん、アクセプト、受け入れるって言ってましたけれどもね、むしろもう飛び込んでいくぐらいの気概でいいんじゃないかなって思うんですね。まあこれが私が好きなね、禅の真髄でもあるんですけれどもね、まあ一言で言えば抵抗しないってことですね。はい。何があってもあるがままに、苦しければ苦しい、悲しければ悲しいと、もう逃げずにとどまっていれば、その苦しさはね、自然に消えていくとクリシュナムルティも言ってるんですよ。変にね、気を紛らわしたり、お酒飲みに行ったりね、そういうのもいいですけれどもね、いろんな娯楽にふけたりね、だけどその苦しさから逃げようとしてそういうところに行くと、その苦しさはいつまでも消えないんですよ。これね、不思議なんですけどね、ほんとそうなんですよ。試してみてください。やってみないとわからないからね。まあこういうお話もね、おいおいしていきたいと思うんですけれどもね、今日は風さんのね BTS で風さんがね、とうとうはっきり本音を言ってくださったっていうことでね、それをねシェアして終わりたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。このね、風沼セラピーではね、風さんの愛に満ちた世界を通じて幸せな人生を送るちょっとしたコツなどをシェアしております。もしご興味ありましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、この次までさようなら。